こんにちは、スパイクの山本です。このチャンネルではコミュニティマーケティングやファンマーケティング、D2C など今注目されているマーケティング手法について分かりやすく解説・説明していきたいと思います。また、僕が実際に読んでこれ勉強になったと思う書籍などもここで紹介できればと思います。はい、ということで第2回目の動画はファンマーケティングの登竜門的な一冊を紹介していきます。今回ご紹介する本はファンベースな人たち。ファンベースという言葉の生みの親である里直こと佐藤直之さんとネスカフェアンバサダーを立ち上げ、現在ではファンベースカンパニーの代表取締役社長である津田正康さんが共同執筆された一冊です。以前、里直さんが執筆されたファンベースの内容が漫画になって分かりやすくなっているのと、そのファンベースを実践している企業の事例が追加されているので、ファンベースをまだ読んでないよって人はこちらを読んでもらう方が頭に入ってきやすいかもしれません。この動画では内容の一部しか話さないので、気になった方はぜひ買って読んでみてください。はい、では行ってみましょう。そもそもファンベースって何って方もいると思うんですが、一言で言うとファンを大切にし、ファンをベースにして中長期的に売り上げや価値を上げていくこと、こういう考え方です。言わずもがなファンとは企業やブランド、商品が大切にしている価値を支持してくれている人のことを指しますが、なぜファンベースという考え方が今後、今必要とされてきているのでしょうか。それは売上、時代、類とも大きく分けてこの3つが理由になります。まず1つ目のキーワード、売上の視点から説明していきます。ある飲料メーカーではコアファンと呼ばれる層は全体の 8%。しかし、コアファンによる1ヶ月の売上はなんと全体売上の 45% にもなります。さらに、コアファンの次に熱狂度の高いファンの消費と合わせると全体の約 90% もの売上を支えています。どの業種でも大体当てはまりますが、売上の 80% 以上を顧客の上位 20% が占めている、いわゆるパレートの法則やニッパチの法則と呼ばれているものです。つまり、むやみやたらに新規のお客さんを増やさなくても、ファンの商品やサービスを買う機会が増えていけば、LTV は上がる、売上をじわじわ伸ばしてくれるということですね。次に2つ目のキーワード、時代です。今後30年で3000万人減と予測されている急激な人口減少や保守的な傾向の強い高齢者の消費意欲減退によって、これから景気は冷え込んでいくと予想されます。その時に必要になってくるのは、数少ない新規のお客様を取り合うことではなく、売上を支えてくれているファンにアプローチすることと言えます。また、現代はどの商品も種類が豊富で、品質に大差がない超成熟市場とも言われています。これに関してとあるアメリカのスーパーの面白い実験があります。そのスーパーでは、たくさん種類がある方が売り上げが伸びるだろうと考えて、24種類のジャムと6種類のジャムを並べて、それぞれの売り場で比較調査しました。結果、24種類のジャムの売り場は立ち寄った人の 3% しか購入せず、6種類のジャムの売り場はその10倍にあたる 30% もの人が購入しました。つまり、選択肢が増えれば増えるほど人は選ぶのに悩み、購買行動を躊躇してしまうのです。こういった事例から、競合の多い超成熟市場ほど物やサービスが売りづらくなっていると言えます。そして最後に、新規のお客様を獲得しづらくなってきていることも時代背景としてあります。以前ご紹介した熱狂顧客戦略の中でもありましたが、デバイスや情報の発信先が多岐にわたるようになったことで、ターゲットが限りなく絞りづらくなってきているのと、受け取り手も膨大な情報にさらされているため、発信した情報はなかなか届かないし、覚えてくれません。実際に2020年の情報量は45ゼタバイトと言われています。ゼタバイトと言われてもピンとこないかもしれませんが、1ゼタバイトが世界中の砂浜の砂粒の数なので、途方もない天文学的な情報量になります。YouTube 一つとっても1日にアップされる動画を全て見ようとすると82年もかかると言われているので、興味関心のない商品やサービスの情報は誰も見てくれないでしょう。新規のお客様を獲得するのが難しいこんな時代だからこそ、ファンのいるお店や会社は強いし、そのファンを喜ばせることを優先することが大切になってきます。最後に3つ目のキーワード、類友です。これは口コミの力のことを指しますが、今後ますますこの力が大きくなっていきます。エデルマントラストバロメーターが2016年調査した SNS や情報共有サイトに投稿した情報に対する信頼度は、家族や友人といった最も近い関係の人たちが一番高いという結果が出ています。
インフルエンサーや有名人、学者といった人たちを差し置いて、家族や友人が信頼される理由は価値観が近い人だからということが挙げられています。類は友を呼ぶというように、自分と価値観が似ている人のものは好きになる。こういった傾向のことをホモフィリーと呼びます。そういったホモフィリーの相手が何かの商品やサービスのファンだったとしたら、言わずもがなその影響を受ける。つまり、そのファンを通して新しいお客さんが増えるというわけです。一番信頼できる情報源から濃く熱く伝わっていくことで、時間はある程度かかるとしても大きな影響力を持っていきます。では、ファンベースを実践していくにはどういったところを抑える必要があるのでしょうか。これもポイントは3つあります。まず1つ目は、いいところを伸ばす。今まで皆さんは商品やサービスを販売した後のアプローチはどのような発想だったでしょうか。おそらく未購入者のプロファイリングをして買わない原因を見つけようとしたり、買っていただくための施策を考えていたかと思います。しかし、ファンベースにおいては考え方が異なります。上位 20% のお客様が売上の 80% を支えてくれているため、その 20% の LTV を上げるアプローチを優先することが大事だと冒頭でお伝えしました。買ってない人へのアプローチを優先してしまうと、ファンのツボを外してしまう可能性があるので、まずはファンの愛している企業やブランドコンテンツのいい点を伸ばすことが重要になってきます。つまり、悪いところを直すのではなく、いいところを伸ばすというところです。二つ目のポイントは、機能価値プラス情緒価値です。超成熟市場となった現代では、自社商品の USP、独自の売りや特徴といったものは他社に模倣されやすいため、すぐに陳腐化してしまいます。例えば、30分でお届けという某宅配ピザは当時は画期的で圧倒的な USP でした。しかし、これもあっという間に他社に真似されてしまい、陳腐化してしまいました。もちろん一瞬だけ新規のお客様は増えますが、感情でファンにしておかないと、よく研究した後発に取られてしまうことになります。そのため、今回の宅配ピザの例の場合、30分で届くという機能価値にプラスして、このブランドが好きという情緒価値が必要になるわけです。品質、価格、利便性といった機能価値はコピーできても、感情の部分である情緒価値はコピーできないため、情緒価値を高めることでファンはそう簡単に離れません。では、この情緒価値はどうやって高めればいいのでしょうか。それは、共感、愛着、信頼、この3つの感情を強くしていくことが鍵となります。共感は、ファンの言葉を傾聴しフォーカスする。ファンであることに自信を持ってもらう。ファンを喜ばせる。新規顧客より優先する。愛着は商品にストーリーやドラマをまとわせる。ファンとの接点を大切にし改善する。ファンが参加できる場を増やし活気づける。信頼は、それは誠実なやり方か自分に問いかける。本業を細部まで見せ丁寧に紹介する。社員の信頼を大切に最強のファンにする。もちろんこれは表面的なテクニックではなく、一人一人と対話してその人の感情を刺激するツボはどこなのか、しっかりと見極める必要があります。さらに、ここから踏み込んでファンの支持をより強くするアプローチをかけていくことで、共感を熱狂に、愛着を無にに、信頼を応援に変えていくことができます。つまり、ファンをコアファンにしてさらに LTV を上げていくということです。ただ、これも先ほどと同様に相手を見て感情のツボを知る必要があります。そしてもう一つ大事な価値があります。それは未来価値と呼ばれるものです。未来価値とは、商品やサービス、ブランドを通して見た社会未来に対するポジティブなイメージのことで、未来を変革してくれる、私たちの希望になってくれるといったとこまでお客さんに見せることができると、さらに特別なファンに近づきます。最後の3つ目のポイントは、支持基盤を固めることです。これまで何度もお伝えしてきたように、上位 20% のファンが 80% の売り上げを支えてくれています。これが支持基盤です。この支持基盤を固めた上でファンの満足度を上げ、LTV を上げることができれば、ファンが類友に伝え、ファンの数が少しずつ増えていきます。その上で適切なキャンペーンを実施すれば、新規のお客様だけでなく、既存のファンにも喜んでもらえるということです。つまり、ファンのツボを抑え、ファンがもっと喜ぶ施策を打ちながら、そこからじわじわ中長期的に周りの類友に広げていってもらう、両輪の動きが今後重要になってくるということです。
ここからはこのファンベースを実践して成功した事例を一つだけ紹介していきます。株式会社角川が運営している食グルメ雑誌レタスクラブはファンベースを実践し成功した事例の一つです。1990年代の最盛期には100万部以上もの発行部数を誇っていたレタスクラブですが、2016年には12万部まで落ち込んでおり休刊寸前でした。そんな折に編集長に抜擢されたのが角川でコミックエッセイの編集を担当していた松田直子さんです。編集長になって初めての会議ではスタッフの反応も薄く、会議自体も企画書を読み上げるだけの生産性のないものでした。そこで松田さんがやったことは4つ。1、長々とした企画書を廃止し1行だけでまとめる。2、パソコンの持ち込みを禁止しホワイトボードを使って全員で議論。3、ベテランの思い込みの強さを減らすために経験値の低いメンバーの意見を先に聞く。4、基本は肯定、ジャッジはせずにアドバイスにとどめる。これらを実践していくことで、それまで陰鬱としていた編集会議は和気あいあいとしたムードに変わり、社員のファン化につながりました。社員のファン化の次は購読者へのアプローチです。ファン読者による LINE レタス部隊の発足などを通し、ファンへの傾聴、施策反映を繰り返しました。料理好きと思っていた読者が実は料理作りは毎日しんどいということが分かり、それを即特集にし共感を生んだり、毎日献立を考えるのが辛いという声を受けて1ヶ月分の献立カレンダーといった愛着を生むような付録も生み出しました。その結果、ファンも口コミをしてくれるようになり、新たなファンが増えていくことになります。その他にも編集者を紙面に登場させて親近感を生んだり、オフラインのファンイベントを開催して熱狂を生んだりと、地道な活動により売上を 143.2% も伸ばしたのがレタスクラブのファンベース事例です。ちなみに松田さんは現在ファンベースカンパニーで活躍されているそうです。はい。ということで、ファンベースな人たちの中身をかいつまんで紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。今回ご紹介した事例は一つだけですが、本の中には全部で10の事例があるので、ぜひ買って読んでみてください。めちゃくちゃおすすめです。最後にこの動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録、ベルマークの通知登録もお願いします。次回の動画ではヤッホーブルーイングの井出直之さんが執筆されたプシュ夜な夜なエールがお世話になりますを紹介しますので、ぜひチェックしてください。では次回の動画でまた会いましょう。さようなら。